習者ちゃんよ。今回は祈祷の FP 効率と SDPS を検証したわ。SDPS というのはスタミナ消費を考慮した DPS。各攻撃をスタミナが枯れるまで打ち切ってスタミナが全回復するまでの秒数を測定。その数値を DPS 計算に用いることで単純な DPS より実戦に近い火力指数を得られるわ。私の造語なので他では通じないから注意。詳細は少し前の動画、復習者の魔術編を見てね。検証に選んだ祈祷はこれ。聖院の固定祈祷と初期武器付与が可能な祈祷。その中から測定が容易でかつ実戦で使いやすそうなものをピックアップしたわ。これらの祈祷に加えて前回検証した魔術とも並べて比較してみましょう。では検証を始めていきましょう。まず各攻撃の単発のダメージを属性耐性のない丸太で測定。今回はレベル8復習者、触媒は顧問に固定。当然異物は全て外しているわ。というわけで測定した結果がこれ。次に各攻撃を打ち切ってからスタミナ全回復までにかかる秒数を測定。その結果がこれね。そしてそれぞれ打てた回数がこれ。SDPS はダメージ×回数割る秒数だからこうなるわ。当然だけどリーチの短い近接攻撃のスペルが上位に来てるわね。細かい考察は後にして次に FP 効率も計算しましょう。FP 効率はダメージ割る消費 FP でこうなるわ。降臨があまりにも圧倒的、継ぐのが重装とカーリアの側剣ね。さてでは2つを合わせて見てみましょう。見やすくするためにひとまず遠距離攻撃のみに絞っているわ。ちなみに魔術の SDPS の数値が前回の検証動画のレベル8と違うのは前回がレアで測定してるのに対し今回はコモンで測定してるせいね。上から順に考察していきましょうか。雷の槍は FP 効率は通常仕様だとかなり低め、試し用でようやく並ぐらい。SDPS も並か少し低めの値になっているわ。そして試し用の方が通常仕様より SDPS が上というのが他と違う特徴ね。雷の槍は癖がないから使いやすい祈祷ではあるけど数値面では決して優秀ではないということ。同じ条件なら当てやすさも含めて表にあるような魔術の方が使いやすいと思うわ。雷属性より魔力属性の方が基本的に通りもいいしね。ただし復習者はレベルで進行と知力の上がり具合が違うからレベルが上がればもう少し祈祷優位になるはず。具体的には、レベル8とレベル12の復習者で同じ攻撃をした場合、雷の槍が254から284と 12% アップなのに対し、重力弾、滅びの優勢、音量予備はそれぞれ 9%、7%、10% のダメージ増加よ。でも思ったよりは差は大きくないとも言えるかも。雷の槍はウィキによると詠唱速度の変動が最も大きい魔法の一つらしいけど、前々回の検証では12回打てるところが13回に増える程度だと確認してるわ。DPS 的には 1.1 倍以下だから思ったほどは上がらないわね。もちろん差し込める隙が増えるというのをうまく活かせるなら数値以上に火力アップできる可能性はあるけどね。とにかく雷の槍を使うならできれば試し用で当てたいところね。量の数値に加えてダメージレベルも上がるし一応極小だけど範囲攻撃にもなるしね。あと褒めるべき点は初期武器付与が可能でかつ異物で特定祈祷強化ができるというところね。この2点は重装も同じでそれと比べるとどうしても見劣りしてしまうけど雷逆転の夜の王に挑むにはこっちでも十分選択肢でしょう。総合してもうちょっと頑張ってほしい、としておきましょう。では次巨人の火をくらえ。こいつは思った以上に FP 効率が低いわね。雷の槍よりも下だったなんて。ただ逆に SDPS は雷の槍を上回ってるわ。通常仕様の SDPS は遠距離祈祷の中ではかなり優秀な方ね。あと一応範囲攻撃ね。こちらは通常仕様でもそう。範囲は雷の槍試し用ほどは小さくないわ。雷の槍ためが目3でだいたいローリング 0.2 回分といったところに対して、巨人の火をくらいは通常仕様だとこれぐらい。ローリング 0.5 回分くらい。試し用だと少し広くなってローリング1回分くらいはあるかな。ここまで来ると十分範囲攻撃として使えそうね。また他の祈祷にない長所としてダメージレベル、ひるませ性能が非常に高いわ。レベル5だからルツボやツリーガードまでひるませられるみたいね。強靭削りも高めのような気がする。一つ大きい欠陥として視界妨害があるわ。この祈祷が当たった時本当に何にも見えなくなるのよね。しかもそこそこの回転率で投げられるのも問題。味方に近接がいる時とかは状況によっては使用をちょっと考えた方がいいかもね。総じて FP 問題さえなんとかなればってところだわ。まあランダム祈祷には FP 効率も優秀な火を降り注げとかあるからそれにはどうしても見劣りしてしまうけどね。
あと一応知らない方のために言っておくとこの祈祷も含めた火を投げる系の祈祷は右手や両手で持つと栄唱中にスタミナ回復するのに対して左手で持つと回復しないわ。量の数値は当然右手で使用した時のものよ。では次、降臨。こいつの FP 効率は皆さんご存知だと思うけど規格外の化け物ね。片道しか当てられないとしてもダントツの数値よ。SDPS は往復両方を当てられるならこの中でもトップの数値、逆に片道だけなら最下位ね。降臨は誘導性がゼロだから少しでも動く相手にはなかなか往復両方を当てるのは難しいわ。相性がいいのはでかくてあまり動かないボスだけど、そんな敵は滅多にいないのよね。生属性も、特に降臨を手にしやすい2日目以降の恐るべき強敵に強体性が多いからあまりこの量の数値ほどの強さは実感しにくいかも。隙も大きめだしね。総じて FP 効率は神だけどそれ以外はそこそこ、といった性能かな。最後は重装。これは本当に優秀な祈祷よ。降臨に次ぐ FP 効率26、ためなら29。魔術ならカーリア側剣に匹敵するわ。それでいて SDPS も高め。栄唱中にスタミナ回復するのが大きいのよね。さらになんと範囲攻撃。それも雷の槍ためや巨人の火をくらえみたいな申し訳程度のものじゃなくて雑魚集団を適当に一掃できる程度には当てやすいわ。敵を貫通するのも嬉しい。試し用だとさらに範囲が広いけどその分隙間が大きくなるから打ち漏らしが起きやすいのがたまに傷ね。地面を張ってるから空中の敵には当たらないと思いきや意外と上まで判定あるから割と当たる。射程は通常使用でローリング2回分、試し用で4回分と控えめだけど攻撃範囲の広さから思った以上に当てやすさを感じるわ。遠距離攻撃に反応してぴょんぴょん飛び回る赤狼に対しても適当に試し用を振ってるだけで当たるから最高。さらに獣祈祷は物理、標準、だから基本的に他の属性よりも通りがいい。炎や雷、星みたいに極端に通りにくい相手も存在しないわ。この優秀さで初期武器付与ができ、かつ異物で特化も可能。ちょっと低レベルの優秀さね。とりあえず初期聖員にはこれをつけとくとかなり戦いが楽になるわ。獣祈祷強化まで積めばもはや決勝忍者レディレベルの化け物かも。唯一の弱点はもはや有名だけどたまに消えることね。それも3日目の夜の雨戦のフィールドでは特に消えやすいのが立ちが悪い。どれぐらい消えるのか計算してみた。何も地形を考えずに重装だけで夜の雨と戦った場合、いい時は夜の雨戦で18回撃って消えるのは1回だったけど悪い時は20回撃って5回も消えたこともあるわ。実に4分の1が地面に吸われたことになるわね。これではいくら優秀と言ってもちょっと当てにするには不安だわ。他にも弱点として不体の祈祷ため強化が乗らないとか、静止状態だと連打ができないとかいうバグがあったのだけど、先日のアップデで解消されてしまったわね。結論を言うと重装は超優秀。基本的に初期聖員にはこれを付与しておけば間違いない。ただし特化しない場合は夜の海だけは他の選択肢も欲しいかも。といったところね。魔術に関しては前回の検証で話してるから詳しくは割愛するわ。基本的には復習者でもやっぱり魔術の方が FP 効率も SDPS も高めで隙も少ない。重力弾と音量予備が特に総合的に優秀で滅びの優勢は SDPS が高い。つぶてはスタミナまで考慮すると DPS が大きく下がる、と前回の通りね。一つだけ前回からの修正点。前回の検証に比べて少し重力弾通常仕様の SDPS の数値が下がってるわ。ちょっと前回の重力弾の検証に問題があって今回ちゃんと測り直してこの数値。前回は音量予備より重力弾の方が少し SDPS が高かったけど今回逆転してるわね。まあ SDPS が少し下がったとしても高い流動性と強靭削りの高さから重力弾が十分優秀なのは間違いないと思うわ。では次に近接祈祷も見てみましょう。火よ、と黄金の怒りと獣の石ね。まず火よ。FP 効率は並、SDPS はこの表の中でもダントツトップの数値を叩き出したわ。なかなかの連射性能と高めの威力で当てることさえできればかなり使える祈祷ね。当てることさえできれば、ね。この祈祷の最大の問題点は異常なほどのリーチの短さ。ローリング半回分もないんじゃないかしら。見た目に比して全然当たり判定がないのよね。このせいで近接祈祷の中でも当てやすさは最低レベル。ためでもほぼリーチは変わらないし回のしつけともほぼ同じリーチという話ね。見た目の炎は明らかに大きいのに、同じリーチでもしつけはダッシュやジャンプから出せるからそれができない分より当てづらさが際立つわ。もちろんしつけと比べてメリットもあるけどね。まず巨人の火の祈祷だから異物で特化できること、そして初期武器付与できること。さらにしつけにはできない試し用ができるから祈祷ため強化の恩恵も受けられること。
まく当て続けられる技量があればかなり強い気筒ではあるわね。ダメージレベル、ひるませ性能、も雷の槍と同じく通常でレベル3、ダメでレベル4らしいから悪くはないわ。でも私はどっちかを選ぶなら巨人の火をくらいにするかな。では次、黄金の怒り。これは今までは異常な燃費の悪さのゴミ気筒といって差し支えない代物だったのだけど、最近のアップデ1.03でようやくまともな性能になったわ。具体的には FP 消費が40から32に減って威力が通常で 1.2 倍、ダメで 1.35 倍になったとのこと。現在の性能を見てみると FP 効率は現在でも少し低め、SDPS は近接気筒ではそこそこ、気筒全体から見るとかなり高め、といったところね。射程は通常使用で実からローリング 0.8 回分ぐらい、試し使用でちょうどローリング1回分ぐらい。近接攻撃と考えると広めなのかな？今までゴミすぎてほとんど使ったことなかったのだけどかなり使えそうな感じになったわね。ダメージレベル、ひるませ性能、が高くてるつぼやツリーガードまでひるませれるのもいいわ。月も気筒の中では短めな方。また初期武器付与が可能な気筒の一つでもあるわ。最大の欠点派生属性だけど黄金率原理主義の気筒ではないから特化できないこと。あまりに使わなさすぎてこのことよく忘れるわ。スタミナ消費が多くて A 小中回復もないからそれらを無視した単純 DPS だと多分異常に高い数値になると思う。同じレア製品固定気筒としてどうしても後輪と比べると外れ扱いされがちね。まあでもアップデ以降は敵によっては後輪より使える場合もそこそこあるんじゃないかしら。次、獣の石。これは一応遠距離攻撃とも言えるけど実質近接攻撃ね。射程は1ヒットさせるならローリング 1.8 回分くらいで最大ヒットである2ヒットさせるには丸太でローリング 0.8 回分くらい。そこそこの接近が必要ね。燃費は割といい方だけど SDPS は近接攻撃としては少し物足りないわ。ただ全気筒の中でもトップクラスに隙が少ないから細かいところに差し込んでいけるのは強みね。獣気筒特化なら火力も十分出せるわ。ただしどうしても重装でよくね。考えなめないわね。ちなみに獣の石を左右両方に持って交互に撃つと A 小中にスタミナ回復が挟まってかなり長く撃ち続けられるみたいね。A 小速度上昇があれば一発目がかなり速くなるのも相まって高い DPS が出せるらしいわ。二つ拾うこと、武器枠圧迫、終盤は両方強化が必要なこと、とか色々考えるとあまり一般的にはならないだろうけどね。最後についでで測定したカーリアの側剣。印象の通り復讐者でも燃費はトップクラスで SDPS も魔術の中では最高峰。他の近接気筒と比べてみても復讐者であっても十分に実用レベルね。リーチは短いけど他の近接気筒と違って連続使用時に前進してくれるから意外と当て続けやすいのが嬉しいわ。私もよく使っていたものね。というわけで以上各有名気筒について長く語らせてもらったわ。まとめるとやはり重装の汎用性が頭一つ、二つは抜けているといった印象。これで初期武器付与が可能なのはちょっと逆に本当にいいのかとすら思うわ。これ一つで復讐者というキャラのケアに大きく影響を与えるのは間違いないわ。深層異物もこれまでは属性強化がケア1だったけどこれからは気筒強化が取って変わるはず。私も最近は出撃時は重装不要デフォルトにしてるわ。特化まではしてないけど。さて、また検証動画を上げてしまったわけだけど本当にもうこれで最後にするわ。私はさっさとソロ瓦礫の王編を終わらせて救いの機種初見動画も上げて次のとこよ瓦礫の王に備えないといけないのよ。ではご視聴感謝、また見てね。